こんにちは、あやはれです。今日はオートミールを使ったスープジャー弁当を平日5日分紹介します。今回紹介するレシピは耐熱皿を使ってレンジ調理するためお鍋は不要。食材カットの工程は調理わさびを使うため包丁、まな板もいりません。オートミールは日食のプレミアムピュアオートミールを使います。私がこれまで試したオートミールの中で比較的味に癖がなく、加熱加工済みのため調理してすぐに食べられます。大さじ大盛り3杯で約 30g です。今回は1食あたり 30g で作っていきます。スープジャーはサーモスの真空断熱スープジャーを使っています。容量は 400ml です。400ml より小さいサイズのスープジャーをお持ちの方は、私のレシピの分量そのままだと溢れてしまう可能性があるので、スープジャーの大きさに合わせて量を調整してください。その他に使う調理器具は耐熱皿、計量スプーン、調理わさび、シリコーン蓋、計量カップがあると便利です。朝少しでも楽するために豚肉、鶏ひき肉、しめじだけ下準備していきます。しめじは石突きを落として小房に分けて冷凍保存しておきます。豚肉は 50g を3食分小分けにして冷凍しておきます。豚肉は調理する日の前日にチルド室に入れて自然解凍するか、電子レンジ 150W などの低い温度に設定して解凍してください。最後に鶏団子を作って冷凍します。ジップロックなどの袋を用意して鶏ひき肉を 100g 入れます。100g あたり酒大さじ1、生姜チューブ 2cm、片栗粉小さじ1、調味料を鶏ひき肉に揉み込みます。大さじスプーンで鶏ひき肉をすくって冷凍しておきます。これを作っておくとちょっとしたおかずにも使えるので、私は今回多めに 200g 分作り置きしておきました。これで下準備完了です。保温効果を少しでも長く維持するために、まずはスープジャーを温めます。お湯を沸かしてスープジャーに注ぎ、蓋をしっかり閉めておきます。耐熱皿に水 200cc、顆粒コンソメ小さじ1/2、ニンニクチューブ 2cm、酒大さじ1、塩コショウ少々、よく混ぜ合わせておきます。豚肉を重ならないように並べます。豆腐は好きな大きさにカット。下準備で冷凍しておいたしめじ。蓋をしてレンジ 600W で3分半加熱します。加熱した後は豚肉にしっかり火が通っているか確認してください。火が通ってない場合は追加で加熱してください。わかめ大さじ1を入れて軽く混ぜ合わせます。スープジャーの中のお湯を捨てます。スープジャーにオートミールを 30g、 スープを入れて軽くオートミールと混ぜ合わせます。残りの具材をすべて入れます。最後に白いりごまと長ネギを刻んで添えたら、ごま油小さじ1を入れて完成です。蓋をしっかり閉めるのを忘れないようにしてください。食べるときはそこに入ったオートミールもしっかり混ぜ合わせてから食べてください。保温効果を長く維持するためにお湯を入れて蓋をしておきます。耐熱皿に水 150cc、 鶏ガラスープの素小さじ1/2、醤油小さじ1、みりん小さじ1、生姜とニンニクチューブを 2cm ずつ、すべての調味料を混ぜ合わせておきます。鶏団子 50g 分、
椎茸は石突きを落として4等分に切ります。白菜は小さめにざく切りします。長ネギは斜め切りします。2等分した豆腐を加えます。蓋をしてレンジ 600W で4分加熱します。加熱した後は鶏団子にしっかり火が通っているか確認してください。火が通ってない場合は必ず追加で加熱してください。スープジャーの中のお湯を捨てます。オートミールを 30g、 スープを入れて軽くオートミールと混ぜ合わせます。残りの具材をすべて入れます。しっかり蓋を閉めます。食べるときはそこからしっかり混ぜ合わせてから食べてください。保温効果を長く維持するためにお湯を入れて蓋をしておきます。耐熱皿に無調整豆乳 100cc、 水 50cc、 顆粒和風だし小さじ1/2、豆板醤小さじ1/2、味噌小さじ1/2、醤油小さじ1、混ぜ合わせておきます。豚肉を重ならないように並べます。白菜は小さめにざく切り、しめじを入れてちくわは斜め切りしてください。レンジ 600W で3分半加熱します。豚肉にしっかり火が通っているか確認してください。スープジャーの中のお湯を捨てます。オートミール 30g、 スープを入れて軽くオートミールと混ぜ合わせます。残りの具材をすべて入れます。最後に白いりごま、ごま油小さじ1を入れたら完成です。しっかり蓋を閉めます。食べるときはそこからしっかり混ぜ合わせてください。保温効果を長く維持するためにお湯を入れて蓋をしておきます。耐熱皿に水 150cc、 顆粒和風だし小さじ1/2、醤油小さじ2、みりん小さじ2、混ぜ合わせておきます。鶏団子を入れて、椎茸は石突きを落としてスライスします。豆腐は好きな大きさにカットして入れます。ちくわと長ネギは斜め切りして加えてください。蓋をしてレンジ 600W で4分加熱します。鶏ひき肉にしっかり火が通っているか確認してください。卵を1つ割り入れて軽く混ぜます。再度レンジ 600W で1分加熱します。スープジャーの中のお湯を捨てます。オートミールを 30g、スープを先に入れて軽くオートミールと混ぜ合わせます。残りの具材をすべて入れます。しっかり蓋を閉めます。食べるときはそこからしっかり混ぜ合わせてから食べてください。保温効果を長く維持するためにお湯を入れて蓋をします。耐熱皿に水 150cc、顆粒和風だし小さじ1/2、生姜チューブ3センチ、
混ぜ合わせておきます。豚肉を重ならないように並べます。椎茸は石突きを落としてスライス、しめじ、白菜は小さめにざく切り。好きな大きさにカットした豆腐を入れたら、蓋をしてレンジ600ワットで3分半加熱します。豚肉にしっかり火が通っているか確認してください。味噌小さじ1を溶かし入れます。スープジャーの中のお湯を捨てます。オートミールを 30g、 スープを入れて軽くオートミールと混ぜ合わせます。残りの具材をすべて入れます。最後に刻みネギを乗せたら完成です。しっかり蓋を閉めます。食べるときはそこからしっかり混ぜ合わせてから食べてください。最後にスープジャー弁当を作るときに注意点が2つあります。まず1つ目に、肉や魚などの生ものを入れる場合は必ず火が通っているか確認してからスープジャーの容器に移すようにしてください。生のまま入れてしまうと菌が繁殖し、食中毒の原因になる可能性があると言われています。2つ目に、スープジャー弁当は食材を入れてから6時間以内に食べるようにしてください。それ以上時間が経過するとジャーの中の温度が下がり、細菌が繁殖しやすい状態になるそうです。前日に作り置きする方は耐熱皿で具材だけ作って冷蔵庫に入れておいて、朝レンジ加熱してからオートミールと具材をスープジャーに注ぐようにしてください。安全に美味しく外出先でも食べられるように作るようにしてください。以上、あやはれでした。